アクセシビリティに力を入れている企業紹介。邦楽の邦楽ではアクセシビリティに関するいろんな動画を上げていこうと思うんですけども、そんなねアクセシビリティに力を入れている企業って意外とこの世にたくさんあります。そういった企業努力って本当はあるはずなのに、私たち消費者にはあんまり届いている情報がないっていうのがあるかなと思っていて、そんなことをねこれから紹介していこうかなと思っています。第1弾はシャープです。皆さんシャープ知ってますか？私は知ってます日本に住んでたらね、シャープの製品って誰もが見たことある、聞いたことあるんじゃないかっていう、そういった商品なんですけれども、今回はシャープが商品開発の際どのように使いやすさにこだわっているのか、特にそのアクセシビリティの部分に注目していろいろ見ていきたいと思います。普段ね私たちが何気なく使っている家電も実は工夫されているものかもしれません。それではご覧ください。そもそもシャープってご存知だとは思うんですけど、一応概要をご説明しようと思います。シャープは日本の大手家電メーカーで1912年からある会社なんですね。会社として設立されたのはまたちょっと先らしいんですけど、それでもね1912年ってすごく昔、100年以上前からあるそういったとこなんですね。今は台湾の電機メーカーフォックスコンの子会社になっていて、初期はシャープペンシルの工場だったっていうのは結構有名な話ですよね。シャープペンシルってそれまであったっちゃあったんだけど、アメリカとかそういうところで爆発的に広げたっていうのはシャープらしいんですよね。このシャープペンシルのシャープからシャープっていう社名になったらしいです。シャープの復習はそこまでにしておいて、こういった製品ってユーザー中心設計というもので作られているんです。つまり実際に使う人の声を聞いて製品に生かすっていうスタイルで開発しているんですね。例えば視覚障害のある方や盲導犬と暮らす方などに協力してもらって調理家電の使い心地をチェックしたりとか、そういったものもですね、例えばボタンの形は分かりやすいんだけど液晶が見えないから操作が難しいとか、そういった課題とかも当事者と一緒にどうやったらいいかっていうのを考えてるんだそうです。ところで皆さん、ユニバーサルデザインっていう言葉ご存知でしょうか？みんなが使いやすい設計みたいなそういった意味合いなんですけど、シャープに関しては6つチェック項目を設けてるんだそうです。ざっくり言うと、操作が分かりやすい、表示も見やすい、体に優しい、動きやすい工夫、ミスが起きにくい、掃除とかメンテも簡単にできる、この6つシャープは意識して製品を作ってるんだそうです。こういうね使いやすさってこの作っている人たちの理解が広まってるからこそなんだと思うんですよね。具体的にはシャープは6500人ぐらいの社員さんがユニバーサルデザイン研修というものを受けてるんですって。だからもう基本的なこの考え方として誰もが使える、みんなが使えるっていうところがベースになって製品開発をしているそうなんですね。さらにですね、それをより深く知るために実際に見えにくさとか、あとは聞こえにくさということを体験してみたりとか、あとは障害のある方とワークショップで話したりとか、そういった取り組みを積極的にされているってそういう会社なんですね。具体的にじゃあどんな製品があるのっていうところなんですけども、例えばシャープのユニバーサルデザイン対応複合プリンターっていうのがあって、これは視覚障害者の方でも使いやすいように工夫されています。例えば音声、音による操作ガイドで操作内容を音で確認できることとか、大きな文字と高コントラスト表示の画面で視認性を向上するとか、あとは操作しやすい配置とセンサーで自動で起動してくれるとか、そしてトナー交換とか、地味にめんどくさいですよね。そういったトナー交換とかも簡単で誤装着、間違えて装着しにくい、そういった設計にするとか、一つ一つのこだわりポイントにこういう人が使うかもしれないっていうことを具体的に考えながら設計されているっていう、そういったところがすごく見られますよね。そもそもその基本的な考え方としてそういう考え方になっているので、これといった機種というよりもこのシャープの製品を使えば安心っていう感じなんじゃないかなっていうふうに思います。この家電自分に合ってるって思えるような、工夫が実はいっぱい詰まってるんですね。使いやすさイコール見た目だけじゃなくって、触ってみて音を聞いてみて初めて分かることがあるんじゃないかなっていうふうに思います。誰でも自然に使えるって実はすごく深いことなんじゃないかなと思います。シャープはこれからも使いやすさって何だろうってことを問い続けて、もっともっと面白い家電を作っていくということに邦楽の邦楽は期待したいなと思います。ということでですね、今日はシャープのアクセシビリティへの取り組みを覗いて
てみました。何か気づきがあると嬉しいなと思います。チャンネル登録、グッドボタンぜひよろしくお願いします。このチャンネルをぜひ応援していただけると嬉しいです。じゃあまたお会いしましょう。